ちは。ご覧いただきありがとうございます。今回の動画は JR 西日本の株主優待券を使用して北陸まで行きたいと思います。 JR 西日本の優待券は100株以上を持っていると1枚もらうことができ、 JR 西日本の在来線、新幹線の特急券、乗車券を 50% 割引で利用することができます。ちなみに金沢まで通常料金9410円のところを株主優待だと半額の4700円で利用することができます。価格の値段だと噂のチケットレス早特セブンだと6710円なので、チケットレスよりも約2000円安くなります。予約方法は緑の窓口でもできますが、一部の特殊な購入方法を除いては JR 西日本のホームページなどからネット予約することができます。株主優待券を使用してのネット予約はとても簡単で、まずは通常の予約と同じく日付、区間などを入力していき、列車を検索します。切符の種類を株主優待券、車内設備を選択したら座席の位置を選択します。座席選択はシートマップからも選ぶことができます。その後、優待券の番号、パスワードを入力すると最終的な確認が行われ、あっという間に購入することができました。あとは乗車までに緑の窓口または券売機で切符に引き換えることが必要です。引き換えは簡単です。券売機の切符を引き換えを押し、購入時のクレジットカードを入れて切符を選択するだけで簡単に切符を手にすることができます。引き換えは必要ですが、緑の窓口に並ぶことなく当日は楽に乗車することができました。ほぼ北陸へ向かうサンダーバードの専用ホーム、大阪駅11番線にやってきました。敦賀駅で在来線から新幹線への乗り換えが必要なので、サンダーバードの旅は1時間21分の旅です。10時9分、大阪駅を特急サンダーバード15号が時刻通りに出発しました。車内チャイム、北陸ロマンが流れます。株主優待券を利用しての予約、購入、そして乗車までの動画は以上で終了ですが、ここから先は当日サンダーバード白鷹号に乗車して金沢までの動画を撮影しました。その際にこの冬一番の寒波に見舞われた湖西線、北陸本線の車窓の風景を撮影してきましたので、目まぐるしく雪景色に変化していく車窓の風景をぜひお楽しみください。特急サンダーバードは大阪駅を出てしばらくすると淀川を渡り、次の停車駅新大阪へと到着します。時間はかなり進み、先ほど列車は京都駅を出発しました。電車は片田駅を通過しました。車窓の右側には日本一大きな湖、琵琶湖が見えています。琵琶湖と名の付く
JR 琵琶湖線ではほんの一瞬しか琵琶湖を見ることはできませんが、琵琶湖の西側を走る湖西線ではとても長い間琵琶湖を見ながら走行することができます。ほぼ全線にわたって高架線なので、一段高い見晴らしの良い場所から琵琶湖の絶景を見ることができます。今回乗車したのは1月24日のサンダーバードです。その前日の1月23日は北陸地方を中心とした記録的な寒波に襲われ、特急サンダーバードは終日運休していました。また乗車した当日1月24日のサンダーバードも夕方以降の便に計画運休が発表されていました。さらに翌日の25日のサンダーバードも夜には午前中の便の運休が発表されていました。前後の日で運休が決まり、奇跡的に運転されていたこの日のサンダーバードで北陸へ向かうこととなりました。運休が発表されていないだけで道中は常に遅れの危険が伴っています。湖西線の途中までは全く雪はありませんでしたが、近江舞子駅を過ぎたあたりからは次第に積雪が増えていき、ここから先はまさに時間を追うごとに雪の量が増えていきました。まもなく近江松駅を通過します。この頃にはもはや豪雪地帯の中を走っていました。雪の中の近江松駅では連結を終えて京都、大阪方面へ向かう新快速が停車していました。車窓左に見える山は函館山でしょうか。めちゃめちゃ雪が積もっています。外とは違い室内はとても快適でした。ただ今回乗車したサンダーバードはヒーターがあまり効いておらず、室内温度が少し寒い印象がありました。列車は先ほど長原駅を通過しました。湖西線は間もなく終了で、ここから先近江塩津からは北陸本線を走ります。北陸本線は本来は東海道線米原駅から新潟県の直江津までを結ぶ路線でした。現在は全ての電車が敦賀駅までで、敦賀から先へは乗り換えが必要となります。北陸新幹線延伸までは大阪から遠く富山や魚津まで運転されていたサンダーバードですが、大阪から乗り換えなしで行くことができた福井や金沢、富山へは新幹線利用で所要時間は短くはなりますが、乗り換えが必要となりました。もともとは353.8 キロにも及ぶ長大な路線でしたが、北陸新幹線の延伸により直江津敦賀駅間は第三セクターの鉄道に移管されました。 JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。あと6分ほどのご乗車で終点敦賀です。どうぞ気をつけていってらっしゃいませ。 All passengers, we will arrive on Tsuruga Terminal. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点敦賀です。北陸新幹線小浜線ハピライン福井はお乗り換えです。北陸新幹線 Please check the train name and your car and seat number before 北陸新幹線の高架の下に入りました。まもなく敦賀駅に到着します。敦賀駅では新幹線への乗り換え時間を最短でできるよう、北陸新幹線の真下に特急は到着します。
新幹線の乗り換え口へと急ぎます。乗り換え口改札ではここまでの特急券と北陸新幹線の特急券、そして乗車券を全て改札機に投入します。ここから金沢まで乗車する北陸新幹線白鷹564号が到着しました。敦賀駅を出発しました。白鷹564号は敦賀駅を出発した後、長野駅までの各駅に止まり、その後は高崎、大宮、上野に停車し、終点の東京へは15時52分に到着します。今回乗車した白鷹号は JR 東日本所属の E7 系でした。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は白鷹号東京行きです。列車の到着時刻や運行情報は JR お出かけネットまたは JR 西日本アプリウェスターからご確認いただけます。次は越前武生に止まります。車内は電気、トイレを含めまして、駅前に建設・鉱山機械の世界的メーカー小松の見学施設のある小松駅を出発しました。次は金沢です。今回の旅は金沢までとして案内してきましたが、実は一駅先の新高岡まで行きました。金額の比較や新高岡駅よりも金沢まで行く人の方が圧倒的に多いため、下車駅を金沢と説明しましたが、ご了承ください。まもなく金沢、七尾線、IR 西川鉄道、北陸鉄道は乗り換えです。金沢駅に到着しました。あえてここでは降りず、次の新高岡まで乗車しています。もう一駅だけお付き合いください。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。株主優待券を利用して半額で JR 西日本を利用し、大阪からサンダーバード北陸新幹線を乗り継いで金沢・新高岡までの購入・乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。金沢から13分、新高岡駅に到着しました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。